ヶ月。先月なかったから2ヶ月ぶりのご無沙汰。いかがお過ごしでしたでしょうか。さくらこラジオの始まりです。さくらこレディオ。そう、今回からお部屋、収録しているお部屋を七種のミルクさんという方のブースからお借りしまして、可愛くなりました。新しくなりました。そう、動くようになりました。なので、私が桜子レディオのジングルを生でその場で歌っていることもバレてしまいそうな気がします。自分でバラしました。そう、ということで、最初にね、ちょっと話したんだけど、もし VTuber デビューをしたら、映画とかアニメとかの同時視聴配信をしたいなぁと思っています。今やりたいことナンバーワンかもしれない。今、桜子のやりたいことナンバーワン、同時視聴。ポフポフ、イエーイ、パチ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 。そう、なんかね、やりたいこととかありますかってたまにこう聞いていただくこともあるんだけど、今は同時視聴いっぱいいっぱいというか、一緒に見たいものがいっぱいありまして、同時視聴を楽しみに VTuber デビューに向けて準備をしています。そう、デビューの日もね、どうしようかなって思ってて、ちょっと前までは10月29日が日曜日だし、ちょうどいいんじゃないかなって思ってたんだけど、なんかその日曜日とか曜日は毎年変わるので、祝日の方が、なんていうの、周年記念配信が予定が組みやすいですよって教えてもらいまして、先輩 VTuber さんに。あ、そうかもしれないと思って予定を組み直しているところです。そう、10月は何日？ 3 日？いつ？ 6 日？忘れちゃったんだけど、祝日が1日しかないので、そうなると10月29日以降、もともと考えていた配信日、初配信日、デビュー日以降で祝日となると、これは気にしないでください。マイクのポップガードにメガネが当たる音です。たまによく当たる。動いてるから。なんだっけ、そう。11月の祝日ってなると2日かな、2日あるはずなので、11月になるかもなーと考えながら、ちょっとずつ準備も進めているところです。で、いつもカメマメタ、なんだっけ、一番今楽しみにしているのが同時視聴。なんというかですね、私、なんだろう、桜子レディオの最初の方とかでお話ししたことあるかもしれないんだけど、割とよく映画を家族で見るお家だったのです。結構みんなで同じ映画を見るっていうのが好きで、映画っていうのはね、私
私にとっては割と結構大事だったり特別なものだったりするので、みんなとその時その時の感情だったりを共有していけたらいいなって思ってるの。同時視聴配信に何が必要なのかなっていうのもまだまだ調べてるところで、あれをどうしようこれをどうしようっていうところなんだけど、楽しみにしながらそうやっています。大人になってからはあんまり映画館は行かなくなっちゃって、配信とか DVD、ブルーレイで映画を見るのが主流になっちゃったんだけど、子供の頃はね、割とっていっぱい言い過ぎじゃないそう、お父さんと2人でよく映画館に行っていました。そういう思い出がね、いっぱいあります。多分今思うと、お母さんが一人になれる時間とかが、お父さんと私が映画を見にお出かけしてる時間だったんじゃないかなと、なんとなく思いますね。大人になるとそういうのも見えてきますねそう、でも私の生まれた町には映画館がなかった。映画館のない町で育ったので、いやなんだろう、正確にはあったっちゃあったんだけど、物心つくかつかないかくらいの時に亡くなりまして、そのもともとあったなんだろう映画館もいわゆる今の映画館みたいな感じじゃなくってねちょっとだけ覚えてるのは白い壁だった気がする。映画館ってさ、暗くなるからだいたい壁暗いじゃないスクリーンだけじゃない白いのって。でもね、普通の建物だったから白い壁だった気がする。お母さんとかお兄ちゃんと何回くらい行ったんだろう。覚えてるのは2回かな。その映画館に、地元の映画館に行ったことがあるのは2回だけなんだけど、すごいワクワクして、ホットドッグが売ってたり、なんかさ、映画館って食べ物との思い出、食べ物の香りとかとすごい結びついてるよなーって思う。ホットドッグが売ってたり、なんか結構ね、狭い会議室みたいなところで段差があって映画を見たんだけど、楽しかった。今でも映画の内容はそんなに覚えてないんだけど、なんていうのかな、その時の景色、こう人がいっぱいいてみたいなのは覚えてます。そう、映画をなんだろうね、なんて言ったらいいんだろう、映画をお家で見ると映画のスクリーンの中しか思い出がないんだけど、映画館に行くとさ、それ以外の思い出、風景みたいなものがいろいろあって、そういうのも含めて好きです、映画。まあ映画館全然行ってないんですけども映画館大人になって全然行ってない私が言うのもなんなんですけども、そう、いろんな思い出があるのが私にとっては映画鑑賞、映画館なんです。そう、家族みんなでね、なんだろう、レンタル、その時は配信とかじゃなくて多分レンタルだったんだけど、レンタルしてきた映画を土曜日のお昼とかになったら、お父さんがみんな映画始まりますよ上映開始しますよってリビングに呼ばれて、それぞれこう好きな場所に座って見るっていうのが子供の頃の大
出かけをしないお家での楽しみ方の一つだった気がします。お父さんはね、洋画が好きだったから、そう、子供の頃はそういう家族上映会家族上映会では洋画を見ることが多かったのです。だから割と昔の名作みたいな映画は見たことあるかもしれない。最近はね、私は邦画が好きなので、どっちかというと邦画を配信で見たりが多いから、洋画はね、マーベルくらい、アベンジャーズシリーズとかくらいしか最近は見てないかな。あとはインド映画バーフバリとか RRR とか、インド映画はね、何年かに一度だけど見るととても楽しいです。何の話だっけそう、一緒に映画を見るといろんな思い出ができるよねって話。そう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 。今でも結構ね、覚えてるなーっていうのはいくつかあって、お母さんがね、すごい好きだったのは邦画、泣くもんかっていう邦画で、阿部サダヲさんと瑛太さんのダブル主演だった気がする。なんか基本コメディで、でも笑って泣けてみたいな。工藤勘さんかな、脚本。どうなんだろう、違うかもそう、舞妓班の方かな、監督さん。どうなんだろう、後で調べて書いておきます、多分概要欄に泣くもんかっていう映画を見た時に、お母さん普段ね、あんまりちゃんと映画を見ないというか、疲れてるから途中で寝ちゃうことが多いんだけど、でもね、泣くもんかを最後まで見て笑って泣いてたすごいね、それは覚えてるの。お家で見ました。レンタルして見ました。あとは知ってる方もいるかな、Always 三丁目の夕日っていう映画の何部作だったかな、3部作くらいのシリーズがあるんだけど、その三丁目の夕日、夕焼けの歌、原作の漫画があるんだけど、もともとね、お父さんがその西岸良平さんっていう作者さんの、漫画家さんの漫画のすごいねファンで、その三丁目の夕日、オールウェイズか、オールウェイズの原作の夕焼けの歌とかも何十冊とか実家にあって、なんか昭和30年代とかを舞台にした漫画で、私もそれを読んで子供の頃から育ってきたので、昭和が好きです。昭和の文化とか割と詳しい方かもしれません。ガリ版印刷とか抱っこちゃん抱っこちゃんブームとか、そういう、なんだろう、普通の家庭の日常を多く描かれてる作者さんですね。ただただすごい当たり前の生活の中に不思議なことが起こったりして、 SF だったりファンタジーだったり、ちょっとサスペンスホラーみたいなのもほんわかした作風の中にすごい入れてくる作者さんで、入れてくる、その夕焼けの歌、オールウェイズの原作もなんかね、当たり前のように暮らしてるんだけど、実は自分も気がつかないうちに超能力がある主婦とかが出てきて、とんでもない話とかも、突拍子のない話っていうのかな、あるんだけど、それが当たり前のようにその世界の中にはなんか存在していて、普通
生活しててっていうのが、最近だと久井涼子さん、誕生飯の作者さんの久井涼子さんとかも似た作風かもしれない。そう、その方のね、そう書いた、なんだっけ、鎌倉物語とかも映画化されてて、そう、西岸良平さんはすごく好きです。鎌倉物語もオールウェイズも映画見ましたで、鎌倉物語はね、DVD だったかな、配信で見たんだけど、オールウェイズはね、お父さんと2人で映画館に見に行きました。そう、それはね、結構ガラガラな映画館で見たので、通路を挟んでね、隣同士で見たんだけど、1作目かな、オールウェイズの1作目見た時に、見終わった後とか見てる間とかお父さんが泣いててこれは内緒なんだけど、お父さんが泣いてて、そう、すごい、それはね、思い出です。映画の内容よりも、映画を見た映像よりも、お父さんが泣いているっていうことの方が、その日は覚えてるかもしれない。そう、お母さんはね、未だにお父さんが泣いたところは、おじいちゃんが亡くなった時の1回しか見たことがないって言うんだけど、私はね、知ってるのお父さんはね、映画を見て泣くのそう、そういうね、ちょっとした内緒、秘密を共有できたり、そういうところも好きだなーって思うところの一個。あ、そうそう、私もというか、私は映画見てる間よく泣きます。なので、アニメでも映画でも泣くので、同時視聴したら多分泣きますので、途中で鼻をかむ音とかも入るかもしれないのでご注意ください。ペコリそう、多分泣くと思う。泣くやつを見たら泣くと思うなんかね、泣いちゃう。それくらい感情移入しちゃう。今はアニメなんだけど、空よりも遠い場所っていうね、アニメがありまして、何年前、結構前かな、5、6年わかんないけど、前の作品なんですが、今でも大好きで、もしそれがね、配信とかで見られる状況だっていうのが分かったら、空よりも遠い場所は同時視聴したいです。もう毎回泣くと思うそう、よりもいいって言われるんだけど、なんだろうね、北極を目指す女子高生たちのお話で大好きなの。多分毎回30分ごと、30分だよねアニメ、30分ごとに泣くと思うんですが一緒に泣きながらでも、泣いてる私を見て笑いながらでも一緒に見てくれたらいいなぁと思っています。そう、よく泣くね、私は。物語を見ると、読むと泣くっていうのは子供の頃からね、本とかを読んでよく泣いておりましたただまあいいところだと思うので、そこはいいところだと思うので、ちょっと泣いてるなあというのも、泣くだろうなというのも覚悟の上で、同時視聴ね、一緒にやっていけたらいいなあと思う。なんかあれだね、泣きそうな映画の時にはさ、なんか
泣きますみたいなマークとかさサムネにつけておかないとね。つけておきたいね。みんなもあれでしょ、なんかハンカチとか、ハンカチじゃないか、ティッシュとかお家だと用意したいでしょ、やっぱり泣くから泣ける映画とかアニメの時はティッシュを用意してね、ハンカチ用意してねってね、事前に言っておくね。そう、あとはなんだろう、推しの子とかもミステリーとかサスペンスとかも好きだし、考察する感じとかも、ここは伏線だったのかみたいなのもしたいから、そういうのも見たいし、なんか有名なアニメで見たことないものとか割と多いから、なんかタイトルは知ってるけどみたいな、そういうのに挑戦する時とか同時視聴やりたいなぁと思っています今日はなんだろう、同時視聴やりたい話と、よく泣く話と、家族で映画を見た話を、なんだか取り留めもなく話してしまった。そう、でもそうなの。結構実家のお父さんの部屋には未だにずらーっと DVD が、映画の DVD が並んでたりするくらい、映画を身近に感じてきたかもしれません。ですです。なのです。そう、ハリーポッターとかも全部多分お父さんと見たはず。家にも実家にも DVD あるし、映画館もね見に行ったはず。あれはね、なんかそういう共通の趣味があるみたいなのはとてもいいことだなと思って面白かった。ハリーポッター最近さハリーポッター最近さ、なんかミュージカルになったりスタジオができたりして、すごいまたブームが来てるよね。ハリーポッターもいいんだ。ハリーポッターの同時視聴は難しそうだね。プライムビデオとかにあるのかな。ちょっと探してみたことがないけど、いろいろ考えてみよう。そう、どこでどうやって同時視聴やるのかとかも模索中、考え中だから、もしなんかこうしてる人がいるよとか、こうすると見やすいよとかあったら、ぜひぜひコメントで教えてもらえると嬉しいです。そう、今楽しみにしてることナンバーワン、同時視聴最初何にしようかな、迷うね。そう、あとはなんだろう、そう、アニメで最近なんだっけな、デュラララとかおすすめされたんだけど、おすすめしてもらったんだけど、見たことないから見てみたいし、なんだっけ、シュタインズゲートとか、名前は知ってるけど見たことないみたいなシリーズも多くて、そういうおすすめ、これいいですよみたいなのもあったら教えてほしいな教えてくれると嬉しいな。あとなんかある？なんかやりたいこと、今考えてること、まあ、ゲーム配信はさ、やるとしてやるんですけども、歌とかもできればね、やりたいなぁと思ったり、VTuber デビューしたら配信でやりたいこといっぱいありますあとね、なんか Twitter とかだとお話ししてるかな。えっとなんかネップリっていうのがある。ネットプリントがある、できるらしくて、
VTuber デビューの記念にそういうのもどうですかって勧めてもらったり、あとなんかもしデビュー記念でグッズ作るとしたらどんなのがいいって聞いたら、キーホルダーとかクリアファイルとか、あとなんだったかな、スマホケースかなとか、いろいろね、あ、いいねいいねって思ってて、なんか作れたらいいなというのも考え中ですそういうのも、こういうのはどうかなみたいなのもね、みんなに聞きたいどういうのがいいかな、どうしたら一緒に楽しめるかなっていうのも教えてもらえると私はとても喜びます。わーいって言いますのでよかったら教えてくれたら嬉しいなと思っています。よろしく、何卒よろしくお願いします。そう、告知などなども特にまだないので、こんなものかな今回はなんかあんまりまとまらなかった。いつもそうだけど話がまとまらなかった。あ、告知と言いますか、なんと言いますか、今回の動画からね、終了画面なんていうの、動画視聴ありがとうございました画面みたいなものを新しくしましたなんか今までは動画終わってそのまま終わるみたいな感じだったんだけど、最後までご視聴ありがとうございましたのものをやいろさんというイラストレーターの方にお写真撮っていただきまして、今回なんていうのかな、動画っぽく自作しましたので、もしよかったら最後までね見てくれると嬉しいですそう、そんなお知らせかなそう、これからはこの画面でまたねーってする予定なので、これからもさくらこレイディオもさくらこレイディオ以外の動画もショート動画も配信も楽しみにしていてくれたら嬉しいです。では今回のレイディオはこの辺りで終了したいと思います。最後まで見てくれて聞いてくれてありがとう。また来月のさくらこレイディオ楽しみにしてるね。またねー。おつさくさくらこレディオこの時間のさくらこレディオはすべて私さくらこによってお送りいたしました。来月またね。